巨人阿部監督の退任は打倒、長寿さんの心が心配です。チャット GP の扱い方も怖い。僕その事実関係が裁判とかで有罪とかにならない限りは元に戻した方がいいと思ってるんですよね。逮捕されましたと。でこれが裁判になって有罪であればそれは首当然ですっていう話なんですよ。でただ逮捕をされがちな案件ってあるんですよ。現行犯逮捕というのは目の前で誰かが犯罪をやってるのを見て犯罪やないかって止めると。これはね、誰でも捕まるべきだし逮捕されるべきなんですよ。正確に言うと逮捕3つあるんですよ。まず1個目が現行犯逮捕。これは目の前で悪いことしたから捕まります。銀行強盗を捕まえましたとかね。2個目の場合が捜査一課とか捜査二課とか警察の人が一生懸命捜査をしてこいつは絶対悪いやつだよねっていう証拠を集めて裁判官にこいつはこういう悪いことをしてるから逮捕状をくださいって言って、で裁判官がよし逮捕状を出そうって言って裁判官のお墨付きである逮捕状をもらってから逮捕に行く人、これ通常逮捕。実はねもう一つ逮捕があってこれが結構ややこしいんですけど、まず痴漢って現行犯逮捕って言われるんですけど実際本当に現場を見たかどうかっていうのとは無関係に逮捕されます。そもそもの録画もないし触られたって主張してる人と触ってないっていう人がいるからよくわかんないから逮捕しようなんですよ。なので銀行強盗とか明らかに犯罪行為が起きててそれも証人もいて逮捕なんですけど、痴漢って証人ゼロで逮捕されるんですよ。周りの人って人のケツなんか見てないから知らんかなって話な状態で触られましたっていう人がいて駅長室連れてかれて逮捕ってなるんですけど、これ実はだから現行犯逮捕というふうに言われるんですけど、痴漢って実はこれ現行犯じゃないんですよ。目の前に証人もいなくて裁判になった時に本当に触られたっていうのを証明する人もいないけど被害者が言ってるから逮捕しようなんですよ。今回の児童相談所経由の児童被害というのも証拠のあるかないかではなく被害者が主張したら逮捕しようっていうタイプの逮捕なんですよ。子供というのはそもそもその証拠を集めて喋るというのは難しいよねと。なので子供が言ってるんだから嘘かどうかわからないけども主張がある程度その明らかに嘘だなって分かったらそれは逮捕されないんだけど、主張がある程度整合性が取れそうだったら逮捕してしまうっていう痴漢と同じ基準なんですよ。実際に本当に何らかしらの法律に触れる行為があったかどうかは別にして児童が主張しているのであればとりあえず逮捕してしまいましょうっていうタイプの逮捕なんですよ。ここにはまっちゃったんですよね。安倍さんは逮捕3つあるってなんですけどまず現行犯逮捕、日本の場合ってほとんどここなんですよ。現行犯逮捕と捜査官による逮捕状逮捕で、この2つは基本ね本当に犯罪者なんですよ。まず犯罪をやったのを見た人がいてで証人もいる証拠もある、だから 99% 有罪で警察官が一生懸命証拠を調べて裁判官の逮捕状をもらって逮捕するパターンで、これも 99% 有罪。ただ最後の一つが実はその被害者が言ってるだけだから証拠ない可能性あるよねなんだけど、こっちの有罪率が高すぎるせいで日本の場合って逮捕された場合はやったんだなって思っちゃうんですよ。現行犯逮捕と逮捕状逮捕はもうやってるんですよ証人もいるから。だから逮捕されたイコール犯罪者、これ大体合ってる。多分ね 99.99% 合ってる。だって証人もいるし警察官が本当証拠調べして裁判官に逮捕状請求してる、これ大体合ってる。でこれと一緒だとこの最後の1個を誤解しちゃうんですよ。痴漢と子供の主張で、今回の安倍さんのやつは痴漢と子供の主張パターンなんですよ。防犯カメラで映ってるとか明らかな犯罪はもうとっとと逮捕してくださいんですけど、なので現行犯とか警察官が逮捕状請求した場合は起訴されたらほぼ有罪のものを持ってくるんですけど、痴漢とか児童が被害主張してる場合っていうのは実は裁判に持ってけないレベルのもの結構多いんですよ。っていうのがあって安倍さんの逮捕というのは有罪に 99% なるかっていうと結構微妙なラインですよね。ただ児相が警察に通報した場合は警察は逮捕します。いやだって分かんないからね。被害者が警察に通報したわけじゃなくて児相が警察に通報したとして警察がなわけねえだろみたいな判断を勝手にするわけにいかないじゃん。被害者の話聞いてないんだから。なのである程度法に触れるなと児童相談所の人が言っちゃってるのであればそれは一定真実であると考えて逮捕が行われてしまうんですよ。今
回児相と警察は悪くないよねというのでいくと、僕は児相と警察が逮捕したことに関しては悪くないと思うのですが、ただリークしたやつ誰だよって逮捕したとしてもそれって言わなかったら分かんないんですよ。でもさ、その日のうちぐらいからさ、警察が逮捕しましたってメディアが知ってたじゃん。あれは明らかに警察か児童相談所のリークなんですよ。で、なんで警察か児童相談所のリークで近所の人のリークではないかっていうと、首を投げられて暴行があったみたいな話というのは児童相談所しか知らないんですよ。逮捕の要因として姉妹喧嘩があって首を持って投げたみたいな話を児童相談所の人に被害者である長女が言いました。なのでその話を知ってるのは児童相談所と警察と娘しかいないんですよ。で、これがメディアに流れてるということは、娘が自分からメディアに向かって、いや、お父さんにこんなことされましたってなったら別だけど、これはね、実はね、娘が主張しても、残念ながら報道にはなりません。頭のおかしな一般市民というのもいっぱいいるので、メディアというのは、確証がない限りは報道しないんですよ。で、確証何なのっていうのでいくと、児童相談所とか警察署とかある程度公の組織の職員が言った場合はそれは事実だよねというふうに扱うんですよ。こういう事件あったんですよつってデスクがいやいやそれ証拠ないやんって言われるんですけど、これを児童相談所が言いました、警察署が言いました、例えば何々省の職員が言いましたとか公務員が言った場合は事実として扱うっていうのがあって、児童相談所か警察署のどっちかがリークしてるんですよね。両方がリークしてる可能性もあるんだけど、なので逮捕に関しては僕は警察署も児童相談所も別にいいんじゃねって思うんですけど、喜びさんでリークしたやつ誰だよって安倍監督が逮捕されたんだよっていうのを多分ね、喜びさんでメディアに連絡したやつがいるんだよね。そいつはさちょっと悪くね僕はねそいつを見つけ出すべきだと思うんだよね。いやーこれがね、冤罪を晴らす方法がねすごい難しいですよね。疑わしきは罰せずっていうのが一応ね、日本の法学部の人とか必ず学ぶんですけど、これ嘘です本来であれば裁判というのは有罪である証拠というのがあるものが有罪になり、有罪であるだけの証拠が見つからなかったのであればそれは無罪と認定するっていう推定無罪の法則っていうのなんですよ。基本的には人は全て無罪だと推定します。なので証拠がないんだったら有罪であるという証拠がないので不十分なので無罪というふうになるというのを勉強してる側は覚えるんですが、残念ながら日本の場合は刑事裁判になると 99.9% 有罪になります。刑事の裁判になった時点でほぼ有罪です。証拠が足りないとか関係ありません。はい、もう有罪コースです。名古屋かなんかでね、無罪判決を出した裁判官の人が裁判官辞めた後にインタビューに答えてるんですけど、自分で考えたらやっぱりこれ有罪おかしいよねっていうふうに思ったので、自分で考えたらやっぱりそうだよねっていうので無罪を出したんですけど、その人やっぱり出世しなかったんですよねちゃんと考えるというのをやろうとする裁判官は出世しないんですよ。裁判官のうちの何割かは検察官です。これ何言ってるか分かんないと思うんだけど、検察官コースと裁判官コースっていうのが法務省の中にあるんですよ。弁護士になるための試験なんていうんだっけ、法律家になる試験で、これ受かると裁判官コースと検察官コースと弁護士コースの3つに分かれるんですよ。司法試験で司法研修生になって1年間勉強するんだけど、この後にコースとして裁判官コース、検察官コース、弁護士コース、弁護士は民間なので置いておきましょうと。裁判官コースと検察官コースっていうのは実はこれ法務省の職員なんですよ、扱いとしては。裁判官は裁判官として教育を受けるんですけど、人事交流というのがあって検察官が裁判官になるというのがあるんですよ。で検察官が裁判官になったとして検察として出世するときに先輩が持ってきた事件を無罪にできるわけないでしょ。先輩がこれもう有罪だと思うから持ってくわってやった時に裁判官がいやあんたが言ってることは間違ってるわって言えるわけないでしょ
なので先輩が持ってきたらまあそれは有罪にしますよっていうのがあって、なので有罪していく。で検察官ってね、裏金問題っていうの昔あって、大阪かな、大阪の検察局がお金を貯めていたんですよ、飲み会に使う費用で。飲み会に貯めている費用があるから良くないって言い出した三井玉樹さんっていう人が記者会見をしようとした前日に捕まって、でその後刑務所まで行ったんですよね。なので警察というのを敵に回すと、メディアで記者会見もできずに刑務所に一直線に行くっていうなので警察官というのは先輩には逆らわないっていう構造があるんですよ。なので検察官が裁判官やるともちろん有罪判決だし、法務省の中でも検察に逆らうと突然クビになったりとか、なぜかこう自分が思ってもない犯罪に巻き込まれてなぜか犯罪者にされるみたいなのがあったりするので気をつけましょう。なので冤罪を晴らすはね、よほどの証拠がない限り難しいんですよね。厚生労働省のね村木さんっていう人がね、 NPO に対して優遇しただろうって言って捕まって、で裁判になって、その時のね警察官がね証拠を捏造したんですよねエクセルかなんかのファイルの日付を変えたんだったかな、このやり取りはこの時期にありましたって言ってファイルの日付変えて、でそれをこれファイルの日付変えたんじゃねっていうのを弁護士が言って、結果として検察が証拠を捏造したので無罪ということになったんだけど、一審二審はでも確か有罪になって村木さん刑務所入ってんだよね。何年か刑務所入って、でその後に弁護士がいやこれ捏造じゃんっていうので裁判で争って捏造だよねっても証明されて、村木さんは普通に一般市民なんですけど、でこの捏造した検察の人が弁護士になって、で今ねヤフーのねオーサーコメントってあるじゃないですか、それなりの専門家がコメントしますみたいな、前田さんっていう弁護士なんですけど、証拠捏造した人が今ヤフーのオーサーコメントで弁護士としていろんな事件にコメントしてて、結構ね前田さんね言ってることは正しいんだけど、でもお前証拠捏造してるやつじゃん、お前嘘つきじゃんっていうふうに僕ずっと思ってるんですけど、コメント欄で言ってることはね結構正しくて確かにそうだなと思うんだけど、でもお前やっぱ嘘つくやつだよねって思ってるから、なんかね心の中ではちょっと信用できないんですよ。法律的にはこうであるとか事件はこう扱われるとかは正しいんですよ。刑事事件で検察はこのように扱いますよとかはそうだろうなとか思うから、情報としては正しいと思うんだけど、でもお前嘘つきやんっていうのをずっと思ってるんで、ここら辺ねちょっと僕の中でこう面白いポイントで、前田さんのコメント好きなんですよ。だからたまにこうヤフーコメントとか見て前田さんになるとクリックして見ちゃうんだけど、多分ね反省したんだと思うんだよね。だから変なこと言わないし言ってることもね結構まっとうなんですけど、ただやっぱりいやあんたちゃうやんって思うんだけど、はい。やっぱそういう人ちょっとねちょこちょこいますよね、そういう人。はい、すいません。現行犯逮捕は警察内で作成される処理手続きは多いけど警察だけでできる、緊急逮捕は自己的に逮捕庁裁判所を通じて必要になるので、証拠は通常逮捕の対象と同レベルで必要、警察庁大学の緊急性重大性により自己請求だけ、はい。なので逮捕はしますけども逮捕すること自体は大丈夫だよ。なので48時間の間に裁判所の中で勾留していいよねっていうのをもらわないと釈放しなければならないっていうのがあったりするので、なので一応勾留したとしても逮捕状的なものが裁判所が OK っていうのを出さないと釈放されます。はい。安倍晋之助さんの件についてですが、 AI の発展により仕事なくなるわけがありますが、最初が巨人の監督とは誰も予想ができなかったます。次は何がやられると予想しますか。別に話題になってないだけで切られてる人はいっぱいいるので、オープン AI が上場を目指しているので AI は人の仕事を奪わないとか、サム・アルトマンさんが嘘をついてますけど、人の仕事を選ばないんだったら AI 使わねえよ。人間が高いから AI を使って安上がりしようって話なので、基本的には AI というのは人の仕事を奪います。奪わないんだったら採用しないからね、企業はお金払って。なのでもうすでにいろんな仕事がどんどん奪われてますけど、それをみんな気づいてないっていうだけで、安倍晋之助さんも分かりやすい例で出たっていうだけで AI に今後もどんどん仕事が奪われていくと思います。サッカーゲームの実況解説をしているものです。ひろゆきさんがもし監督だったらどんなサッカーをしますか。フォーメーションやこういう選手をここで使うのをお聞きしたいです。マネーボールっていう映画があるんですけど、ブラッド・ピット主演で、もともとねアスレチックスっていうアメリカのメジャーリーグのめちゃめちゃ弱いチームの担当だった人っていうのがもともと書いた本があって、そんなにまずチームとして強くないで、お金もない
なので、アスレチックスのチケットを売ったとしても、買うやつはいない。ただ、リーグ戦なんで、ニューヨークヤンキースとかと試合をすることがあるんですよ。なので、ニューヨークヤンキースの試合を見たいですよねって言って、アスレチックスの席を売るっていうのをやったんですよ。ここで言う、例えば、巨人阪神戦って必ずあるじゃないですか。で、じゃあ仮に巨人がめちゃくちゃ人気がないチームだったとして、巨人のチケットを買ってくださいって言ってもいらねえよってなっちゃうから、なので、阪神戦見たいですよねって言って、阪神ファンにチケットを売ってたんですよ。なので、本来であれば、ホームチームのアスレチックス側に、アスレチックスファンが多いやつなんだけど、アスレチックスにもう人気ないの分かってたから、アスレチックス側になぜかアウェイのヤンキースのファンがいるみたいな形でチケットを売るっていうのをやって、まず、球団の経営を安定化させるっていうのをやったんですよ。で、次に点を取るということはどういうことなのかっていうので、ホームランを打つ人っていうのはいると、もちろん人気もあるし、点が取れると。ただし、金額が高い。ね、めちゃくちゃいいピッチャーがいると、失点を抑える。ただし、金額が高い。なので、点数を取れる。もしくは、守備がめちゃくちゃうまい。けども、値段の安い選手っていうのは、どういう選手かっていうのをデータでめちゃくちゃ調べたんですよ。で、分かったのが、足速いやつは安い。誰かが、足が速いやつが塁に出ます。で、塁に出て、次の誰でもいいから、1回ヒットを打てると、1点入るんですよ。ホームランバッターが、めちゃめちゃ高い何億円っていう年収のホームランバッターにホームラン打たせても、これ実は入るの1点なんですよ。でも足速いやつが塁にいる状態でヒット打ってもこれで1点入っちゃうんですよ。なので打率は高いけどもホームラン打てないやつと足速いやつっていうのをめっちゃ集めたんですよ。で、足速いやつってね、大体守備うまいんですよ。足早いからね。なので、相手に打たれないピッチャー高いんだけど、打たれるんだけど、ホームランにならないピッチャーっていうので、まずピッチャーやらせて、打たれるんだけど、守備力高いから、アウト取りがちっていうので、足速くて安いやつを集めて、チームを作るっていうのをやって、優勝はしないんですよ。ただ、順位は高いんですよ。優勝するのはやっぱりそのめちゃめちゃいいピッチャーと、めちゃめちゃいいバッターを作ったチームなんで、優勝は目指しませんと。ただ、リーグの中でも、そこそこいいポイントを取るっていうのを安い選手を集めてやるっていうのをやって結果としてチームとしてはめちゃめちゃ儲かったんですよ。っていうのをやり続けるマネーボールっていうのがあって、なので今のそのサッカーの基準って勝つかどうかにしてるんですけど、勝つかどうかじゃなくてベッカムみたいなめちゃめちゃシュート入れますみたいな人雇うとかではなくて、足速い長友さんってめちゃくちゃ足速いじゃないですか。あの人ヨーロッパの中でやっぱ安いんですよ。ああいうタイプの足めちゃくちゃ速いから引っかき回すよねっていうタイプを入れて安いですっていうところでうまくボールの占有率を上げるっていう形にしてっていうのをやってるのが多分バルサだと思うんですけどバルサのやり方は失敗してもうすでにバルサがやってうまくいって超真似されてるので、なのでそっち側は埋まってるので、そうじゃない形で足速いけども個人技もないっていうパターンでチームワークもやらないっていうので優勝を狙わないけどこのチーム強いよねっていう流通経済大学の戦い方っていうのはありなんじゃないかなと思うんですけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。